はい、今回は樹木を描きますもみの木ですよ。まず中心となる線を引いたら、縦長の二等辺三角形を意識して下を楕円にします。つまり円錐形ですね。ここに左上から光が当たったという考えで、右の方が暗く、左に行くとだんだん明るくという明暗の関係です。円錐形の立体感見えましたね。この考えに沿ってさらにもう一歩発展させてみます。それは葉っぱが一つ一つ大きな塊になってくっついているという考えです。これは楕円で表現されます。楕円ですからそれぞれの円の下側が暗くなるわけですよね。こうすることで葉っぱの一つ一つの楕円が手前に出てくる、こういう大きな立体感を考えます。円錐形と楕円、この2つの考え方です。さて、それではやってみましょうね。さあ、では描いてみましょう。まずお水を持ってきたら色を作りましょう。パーマネントグリーンの1番と2番を混ぜて、中心となるまず線を引きます。これでしたね。そして二等辺三角形、それを頭に置いて、でも同時にここで色を作りましょうね。暗い色ですよ。針葉樹ですからもみの木です。グリーンと補色の赤を混ぜて、この色でまずシルエットから始めましょう。先端細くてちっちゃい葉っぱがついてます。円錐形のスタートの部分ですね。さあ、だんだん少し長めのタッチです。徐々に勢いのいいタッチです。上に跳ね上がる感じですよ。こんな感じです。えいってやってみましょう。太い筆の勢いのあるタッチで針葉樹の葉っぱとしてのシルエットを描いていきます。もう一気書きですね。ぴょんと上に跳ね上がる感じです。そうしたら筆を割って、今描いた勢いのあるこの葉っぱのタッチを少し今度は細かい枝として葉先として分けます。これがもみの木の特徴ですね。ちょっと手にチクチク刺さるかなという感じです。次にグリーンの1番とイエローを混ぜて円盤の部分です。円盤の部分を塗りましょう。だんだん大きめの円盤ですね。そういう意識が必要です。この塗っているこの円盤のこの色、これが葉っぱが手前に出てくる部分ですよ。さあ、そうしたらもう少し暗い色を溶いて補色をまた少し混ぜて、円盤の周りとちょっと暗い調子ですね。そして円盤の下側、ここに塗っていきます。これで円盤の、上と下の面を塗り分けているというわけですね。また筆を割って側面の葉っぱですね。これは勢いのいいタッチですね。本当割り切ってしまいましょう。そっくりに描くというよりも、この三角形を意識した雰囲気作りですね。あなたがどのくらい割り切った勢いのいいタッチが引けるかで、もみの木の特徴が表現できるかどうか決まってしまいます。で、この側面の葉っぱを描きながら円盤のグリーンを残す、こういう表現ですね。大きな三角形を忘れないで。もう勢いのいい筆使いですね。グ
グリーンの円盤のとこを残しながら全体の針葉樹の円錐形の形を作るんだという考えです。今度は暗くて冷たいビリジャンですね。プルシャンブルを加えて、そしてクリムソンレーキを加えて暗くて冷たいグリーンを作ります。これは日陰の葉っぱの色でしたね。今光は左上から来たという設定ですので、当然右側の葉っぱと今塗ってるような明るい葉っぱの下側がこのように日陰となるわけです。ここは大事なところですね。こういうところですね。ボコボコと手前に見えてくれば成功です。少し筆を割って針葉樹の葉っぱの特徴ですね、作っていきましょう。さあ、こちらですね。こちらは日陰の向きの面ですので、円錐形で言えばこうでしたね。ですからこちらにこの日陰のビリジャンとプルシャンブルーを混ぜたような色で日陰の葉っぱの塊を作るわけです。円錐形ですよね。そのシルエットを表現するわけです。ちょっと筆を割って葉先の細かい特徴を少し表してあげましょう。そして手前に出てくる円盤の部分、日陰の葉っぱ、ここを全部かき分け塗り分けていくわけです。だんだん大きな円錐形を頭に置きながら、手前に来る円盤の葉っぱと右側の葉っぱ、左側の葉っぱとかき分けて、もみの木の全体の特徴を強く表していきます。どうですか？だんだん立体感見えてきたでしょう？こういうところですね。この円盤のグリーンのところ、その下側を思いっきり暗い日陰にすると余計手前に出っ張ってきますね。大きく盛り上がってきたでしょうか。そうしたらこの中心線を見て、今からその中心に見える幹の色を作っていきます。ウルトラマリンとバントアンバーですね。あまり幹枝見えないと思いますけども、でも日陰にはところどこ顔を覗かせてますので、それを上から下へとどこにあるかを頭に置きながら描いていきます。こうですね。どうでしょう。もみの木の特徴が見えてきたかな。日陰のところはもう躊躇なく暗くて冷たい調子ですね。本当にボコボコとなって、もうそこにもうちゃんと立ってる、そういう実在感を見る人に与えてあげましょう。日陰の暗さ、これはとっても重要なんですね。もう大胆にやってみましょう。思い切った筆使いも必要ですね。もみの木のチクチクと手に刺さるような葉先の特徴を表現してあげます。さあ、これで基本的にもみの木が見えたでしょうかね。いかがでしょうか。大きな三角形でしたね。そしたらこのもみの木が地面に立ってるっていう感じで、少しその地面の雰囲気もね塗ってみます。余計そこにあるようなリアリティが見えるでしょう。
ここはもう伸び伸びとウェットインウェットで楽しく色を加えて表現します。こんな感じかな。一本ね、木が欠けてそこにもみの木本当にあるなっていうふうに見えた。だからこのままではちょっと寂しい感じもしますので、もう1、2本木も描いてみたいところですね。いつも描いていてもこういう水が溜まったところは処理しましょうね。ではここら辺に遠くの方にあるもみの木1本立ててみますね。遠くの方ですからもう手前の方に出っ張ってくる円盤の形は意識しないで結構です。左右にパッパッと跳ね上がる鋭いタッチでもみの木のシルエットだけ描けばもう十分ですね。手前の木は立体感を強めるために円盤の形を意識するんですけども、遠くの方は正三角形の二等辺三角形ですね。長三角形のシルエットを頭に置くというだけです。じゃあもう一本その中間の木を描いてみましょう。この中間の木は今描いた遠くの木のシルエットだけと、それから最初に描いた一番手前の円盤の形、その両方を弱めに意識した描き方というようになります。ですので大きな木のシルエットと同時に少し立体感が見える、このようにしてあげると中間にあるもみの木に見えるはずですね。こうやって重ねてみると何か森の中にいるようでしょ。とても単純な描き方なんですけども、繰り返してしかも距離感まで意識して描くことによってもみの木が茂った森が表現できるというわけです。大きい筆使い、鋭いタッチ大事でしたね。ちょっとね、指で引っかいて刃先を描いてもいいですよ。これで完成です。はい、今回はもみの木を描いてみました。ポイントは円錐形、その基本形をしっかりと意識して太い筆の鋭いタッチで枝ぶりを描くことです。いかがでしたか？あなたもぜひやってみてくださいね。それではまた。